今回向かう国はですね、カンボディアです。この2万ドルを出に来たが目的の 80% ぐらいなので、最初からクライマックスみたいな。リエントリーしました。行けましたね。トーナメントって夢と地獄のあれがすごいですね。切り替えて頑張りましょう。ありがとうございます。おはようございます。というわけでメインイベントが始まります。 Day1A、Day1B と Day1 がありまして、進むことができれば Day2 に進出することができるというわけで、早速レベル1からプレイしていこうと思っております。参加人数少な現状45人しか参加してません。メインなのに去年の優勝賞金36万ドルっていうことなので、おそらくトータルの参加人数は700、800人ぐらいまでいくと思いますし、優勝賞金は5000万円超えの賞金になると思いますので、サクッと優勝して WBT2 個目のチャンピオントロフィー持って帰りますか。激レカトロフィーに僕の名前刻まれてますけど、2回目は結構嬉しいよね、優勝できたらね。2個目刻んでいきましょう。はい、メインイベントやっていきたいと思います。レッツギャー。我ながらフロップチェックコール、ターンチェックレーズ、いいプレーラインだな。大体勝っとるやろ。ごめん、スナコ絶対に勝ったと思いました。スナコをされてもなお勝ってそうなんだよね。セットオーバーセットかなとは思ってました。僕もジャックスナインズ、あとはボトムセット。はい、ありがとうございます。すいませんって思ったら引かれてました、リバーで。まあこれはもうでもね、どうやっても飛びます、こんなの。逆に言えば早い段階で食らっといてよかったです。レベル2ですから、はい、むしろラッキー。ということで2発目いきましょう。行きましょう。あ、リバー。Last call for ban yan. Six strikes. 2-5. TE 9156.
10万まで増やしたね。あるんですか。 3ハンド連続で激デカポットを戦って1勝2敗になってしまいました。3発目です。ごめん。マス行ですね。ナイス。というわけで6万点でブレイクです。Day 1A3 発目までいくとは5万点スタートだからね、結構十分なチップがあるんで、なかなか2回飛ぶことってないと思うんですけど、今振り返ってみたらさ、1発目はしょうがないとして2発目左隣のトーマス、ベルギーの賞金獲得ランキング2位でトリトンとかにもよく出てる、すごい強いプレーなんですよ。ずっと左隣にトーマスがいたわけじゃないですか。これのマイナスがでかすぎるね。キングクイーンオフのやつもトーマス相手じゃなかったらもしかしたら前段取れてたかもしれないし、エースキングオフもね、ちょっとミスプレイしちゃったかなって感じするしね。考えうる中で一番ワーストな選択肢を取ってしまうのはやっぱ相手が強いっていう証拠だと僕は効果やってると思いますね。逆にでもこのテーブル移動してきてからの A ポケとかはベストな選択肢を完璧に取ることができたから、裏をかくっていうのがやっぱ上手いプレイヤーがやってることなんで、効果は奥が深いですね。強いプレイヤーとやってる方が面白いからね、そういう意味で言うとね。面白いけどメジャーでかいね。102っていや、切り替えてやっていきましょう。メンタルゲームなんで最後はつかせてる。なんだかんだの20万ですか。でかい。終わりよければ全てよ。このテーブル来てからやりやすい。生き生きしてるでしょ。見てください、トーマスがします。Yeah. I was thinking like my plan was like I'm going to stack you, but now you have a. have to work harder. Yeah, I will. 貯金ですあれ、僕のデポジットです。どうも。I just deposit my chips to your stack. So. Take them later? Yes. Okay. Withdrawal. Okay. Okay. You don't mind interest? Yeah, you have a. Yeah. Thanks God. Day2 なんとしても20万点を持って Day2 に進出したいと思ってたんですけど、20万7000点で嬉しいな。
結構な3分の1まで減ったんですね、明日は出なくてよくなった。デイワン B 嬉しいはお休み。嬉しいね嬉しそう。辛いトーナメントを最近よくプレイしてたじゃない。 EGT もそうだしハイローラー系とかね。アジアのトーナメント出るとちょっとぬるいね。きついシチュエーションがないよね。怖さがないですね。いやそうなんかいざトーマスのいないテーブルでやった瞬間やりやすい3度目の正直でしっかりチップ増やしたので行くんじゃないですか WPT メインは。ここまでよしチップを入れよう。いい感じ。ナイス。というわけでせっかくカンボジア来たわけですからホテルの外も出ますか。わあ、外ですね。初の。移動はククのククです。あ、いやいい感じ行きますか。オッケー。イエーイ。すごい。アトラクションみたい。でしょめちゃくちゃ安いです10分ぐらい乗ってはい160円とかですよ。そうだ。Thank you. Thank you very much. うわ、ディープなスポットや。この辺日本食屋さんが多いっぽいね。ああ、そうなんですね。それで見てこれカンボジアで一番有名なお寿司屋さんらしいよ。あ、そうなんですね。こんなところにある。これが片なしかな。Hello. Do you? Thank you. これめっちゃいい。ハリ鳥のおしぼりが来ました。Thank you. カンボジアとかね、東南アジア系の国はね、氷が結構危ないんで、大体みんなお腹壊すのは氷で壊します。そうなんですね。パンとかペットボトルとかそういうものを飲むことをおすすめします。人はうまそう。めちゃくちゃうまそうです。すごいですね。これうまいです絶対。普通にうまい。プノンペンはマジで和食が一番うまいってどこのあれにも書いてありました。日本人が移住してきてる人が多いから日本人オーナーの店が多いみたいな。美味しそう。うまっ。おー、ちなみに横澤さん、はい、そうなんですね。食べ終わったら器から真実はいつも一つ出てきましたマジでなんで大丈夫かな。殺人事件怖いここ美味しかったですね。美味しかったです。お値段はねカンボジア価格にしてはちょっと張るかもしれないですけど2人で言うて28ドルだもん。安いよね。そうです。大目的地のお茶です。 Thank you。見てください、こちらです。おー、イオンです。はカンボジアはイオンが無双してるらしいです日本食食べてイオンに来てるのもどうかと思うんですけど前回ね渡辺さんが一人でこっそり来ててあ、一人で。ハマって何回も言ってたんだよね。あ、そうなんだ。今日もまたイオン行ってきちゃってみたいな僕も1回ぐらい行ってみたいなと思ってなんか買ってきてくれてすげえ美味しかったんだけどなんだっけな。寿司だった気がしますね。寿司じゃなかった。はい。惣菜。めちゃくちゃうまそうなんだけどこんなんめちゃくちゃうまいやん絶対。いくらすんだろ寿司見てみましょう。値段これかな。はいこれああ、はい。これ12貫これいくらですか。1000円。5ドルにします。 750円。はい、ちょっと安めに。正解は 6.9 ドル。僕の正解です。1000円。1000円超えるんですね。今からでも焼肉ないかある。胡椒の塩漬けを探してください。ちょろっと買い物。うわ、めっちゃ胡椒。すごいね、やっぱカンボジア胡椒有名だからね。世界最高級の醤油、特別な胡椒です。カムポットブラックペッパー100%。カンボジアで最もテンションが上がるのはイオンです。イオン最高。最高。ありがとうございます。おはようございます。デイ2ですね。始まりましたね。アベレージよりも持ってる状態でデイ2に進出することができました。お、プライズが出てますね。参加人数が750人、94人から今まで。残り 40% ぐらいですね。日本も今まで近いな。ミニマムインまでがちょうど100万円ジャストぐらい。優勝38万ドルです。持って帰りたいですね。やりましょう、トロフィーと38万ドル。
24万5千増えましたね。増えた。Day1 に比べるとバトルは増えるかなっていう感じはしてて、上手いプレイヤーも何人も座ってますし、手強い相手かなっていう気はするんですけど、アベレージが今20万点ぐらいなんで、アベレージちょい上ぐらいを生き残ってって、これ189人なので、あと半分で今までですから。あー、ディラン。まあ、you have a lot of chips, right? Yes, I have a lot. The big American fish is coming to give you so many chips. Yes, please. ベガスの強敵だと思ってるやつがしっかりチップ持ってるとなんかわかんないけど僕まで誇らしくなりますね。ベガスデーでヘッズアップだ。さあ本日のメインイベントですね。いや違いますって。そのためにオーカーしてますからね。ためにね。めっちゃ真っ黒の匂いする。いただきます。グッド。ポーカールームで食えるものではこれが一番うまいかも。なかなかの引きましたね。ナイス。新型のオールイン勝てない横澤が戻ってきたかと思ったらやはり今年は違いますね。すごいですね。メイク27万5000増えましたね。微増。アベレージちょい下ぐらいで順調ですね。横澤ってメインイベントハンターじゃないですか。メインイベントのインマネ率多分めっちゃ高いと思うんですけど、やってて思うよね。安定感あるな。時間が長ければ長いほどディープスタックになればなるほどちっちゃいポット 1BB2BB をかき集める行為がもう長生きの秘訣って感じしますね。調子良さげです。ナイス。ショットクロックが導入されました。ここからはワンアクション30秒以内。みんなめちゃくちゃ遅かったので助かります。そうですね。111人だって残りあっという間ですね。あっという間だね。92人が今までなんで結構もうすぐじゃないかな。16人。あと16人。ギラン死んだ。いや、取ってる。クソデカポット取ってるやん。数圧拾って。I'm still holding your deposit. Yeah, I know, yeah. For later? Yes, yeah, for later, yes. まだ僕のデポジット持ってます。トーマスも生き残ってますね。2人とファイナルで戦いたいね。それ激アツ展開だね。熱いですね。19万点。ずっと降りてるだけでした。しょうがないですね、こればっかりは。何度も入らないし、インマネも近づいてきてるし、2のブラインド 4K、8K なんで、24BB しかないってこと？結構飛ぶ可能性あるやん。残り3人に減りました。あ、本当だ。残り3人、飛ぶ可能性ゼロではないね、マジで。ここまで来たら、正直、インマネにしがみつく必要があります。正直。ですもんだって。はい、インマネして、その後ダブルアップして、まあこのプランでいきましょうか。確かに。今日は次のレベルでもう終わりらしいので、ラスト90分、1インマネはして帰りたいですね。頑張ります。頑張りましょう。あと2人だってインマネまで。お願いします。ちょっと少ねえ。何の後半とか。めちゃくちゃでかいですね。あと2人でインマネで30秒で。
俺あと1人飛んでんだけど。あと1人になってるわ。すごいねこれシーズピンズ。Commiserations to Mark. Congratulations, players. You are. 盛り上がってますね。おめでとうございます。嬉しいですね。メインイベント今にすんの上手だわよさん。ナイスです。あとはダブルアップして、気持ちよくデイ3進出か。今日は$6400確定。じゃあ、オービン強い。デイ3進出です。おめでとうございます。残り72人まで来ましたけども、プライズは$7400、$1000上がりましたね。横川の、なんと18万点しかありません。僕が今日デイ2を始めた時のチップよりも減ってますこれうまいってことでいいですか。そうですね。スキルが光ったということで、まあ、あとクイーンを引いたってことでもありますちょっとでもね、今日急がなきゃいけないですこれ。急いでちょっと遅刻しちゃう。遅刻、はい、急いでマスタートTikTok 用意してきましたトーナメン終わってすぐ外出て、はい、行くところなんてあるんですか。ありますよし、来ました。来ました。え、ちょっと小沢さん、デイ2、はい、めっちゃ早く終わるって聞いたんですよ、はい、寿司予約しちゃいました寿司ラボさん予約させていただきましたニコニコしすぎだ。最高っすね。よし、ではいただきたいと思います。はい、いただきます。ちゃんとうまいわ今日一です。カンボジアという地でさ、現地の職人さんがこんなにちゃんとした寿司を出してくれるのって結構感動じゃない？影響を受けちゃいますね。俺らも負けてらんないね。カンボジアの地でトロフィー持って帰りましょう。帰りましょう。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございます。デイ3ですね。ありがとうございありがとうございます。さあ、ショートスタックですね。そうですね。18BB。まあもうイフがいかねえかってとこですね。速飛びは嫌ですね。少しでも変えたいですね。7400だもん。いやー、賞金全然上がんないですね。ファイナルを目指さなきゃダメですよね。あさってが最終デイ5なので、次はデイ4に行きましょう。行きましょう、デイ4。So what period and what other while you have cards is also subject to the whole reasons. So just be aware of those time chips. Announcing those when it's a zero, you need to announce the amount also. Otherwise you will lose a time chip.昨日から何もいいことなかった。デイ2からずっと下降線でしたね。見せ場なくデイ3マイナスやないかい。3発出てますもんね。違ないな、トーナメント7人分の65でも$7400しかもらえないんだからね。調子良かったのデイ1だけだったな。でも逆に言えばデイ2、デイ3調子悪くてもしっかりインマネしてこうやってね100万以上の賞金を手に入れることができるっていうことはね、それはポジでもありますね。メインイベント終了です。まだでもね、この後$5000があるんでありますからね。そっち頑張りましょう。はい、シート着席です。スタックはちょっとディープスタックでいこうかな。あ、ディープで行くんですね。めちゃくちゃうまそうだよ。見て、全部メニュー日本語なのよ。日本人向け。はい、これが本日のメインイベントです。はい、いっぱい来ましたよ、なんか。なんかいっぱい来たよ。本部で行っときます？
うまっすこれ。では牛角ライスとパンを一緒に食べたいと思います。ネギと合いそうですねこれね。いただきます。うまっ。海外で食って焼肉の中で一番うまいです。はい。めっちゃうまいでしょ。いやーうまかったね。美味しかったです。振り返ってみれば今回のカンボジア和食寿司焼肉食ってばっかだったな。しかも日本食ばっか快適だったね、全体的に。ホテルも綺麗で物価も安くてサービスも良くて、前回来た時ねご飯あんまり美味しくないって印象だったんだけど、和食に今回絞ったらめっちゃ美味しかったです。というわけで今回の終始ですね、8トーナメントプレイしました。今回はキャッシュゲームはプレイしませんでした。高いレート多分立ってなかったね今回。合ってなかったですね。1インマネ、メインが1回インマネしたのでインマネ率はまあ 12%、12.5% なんですけど、標準的なインマネ率だと思うんですけど、収支はマイナス55,100ドルです。うわーでかい。55,100、この感じで仕方ないですね。やっぱ2万ドル2回がでかかったです。4万ドルですもんね、そこだけで。去年ぐらいからね結構高いトーナメントに積極的に出るようになりまして、まあ、おかげさまでそこそこ勝ててますけど、今後もこの大負け大勝ち、1000万単位での増減みたいなのは、まあめっちゃ増えるだろうなって気がしますね。11月12月1月って去年のね年末から NAPT 優勝した月、WPT タコ負けした月、放課後ツアー優勝した月っていうので、今年はこうなります。皆さんお付き合いください。というわけで今回は負けでしたね。ただしね、次行くトーナメント実は決めてて、飛行機ホテルも取ってるんですけど、早い。次のトーナメントはバーインが高いトーナメントがなんと連続してめっちゃいっぱいあります。うわーすごい。総額約10万ドルを今回用意しておりますので、10万ドル。はい、今回の55,000ドルの負けを一撃で吹き飛ばすような爆勝ちをしに行きたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。お楽しみに。 US ポーカーオープン、今回もですねハイローラーばっかです。5000、1万、1万5000、2万5000です。昨日より強い自分になり続ける2020年の方は俺強いです。オーマイガー、ちょっとオールイン強いとかのレベルじゃないかもしれないけど、小ぶりです。